S2000 チューニングプロジェクトボリューム2。今回はですね、前回第1回目のところで、ノーマルの体力測定とあとマフラー交換のテストの方をしていきましたが、その中で明確になりました S2000 という車のウィークポイントである中低速トルクの細さをいかに改善できるかというところを第2回目の今回はその辺をいろいろと探っていきたいと思います。そこでですね、今回エッジケースとしては、エキゾーストマニホールドと触媒キャタライザーの方を試作してまいりましたので、そちらの方を交換して一度テストの方を行っていきたいと思います。はい、こちらがですね、今回新たに開発しましたエキマニとキャタライザーになりますが、ではまずこちらのエキゾーストマニホールドなんですけれども、こちらどんな特徴がありますでしょうか。はい、まずこの車の純正の、乗り味からちょっとお話をさせてもらいます。はい、この車の特徴として、VTEC が切り替わった後の高速カムに入った後、はい、こちらがすごくそのパンチが効いててすごく体感ができる速さがあって、でその手前の VTEC の切り替える前が馬力は出てるんですが、その後が速すぎるために少しちょっと物足りなさを感じるみたいな。そうですね、やっぱりその VTEC 切り替わるところでこうドカッとトルクが出てくるような。そうですね、そこのトルク変動がすごく大きくて、どうしてもそこの行くまでに待ちを感じてしまう。そうですね、だこれに関しては、マニホールドで何かそのもっと乗り味を、トルクを上げてあげて、乗り味は面白くできないだろうかというところから、マニホールドをちょっと設計を考えてみました。でその中で、今回は、421タイプ、純正と同じタイプにはなりますけども、まずそこの中低速を上げるためには、やっぱり421の、レイアウトが必要というところになります。純正とうちのこの試作品ですけれども、違いを申しますと、こちら見て分かる通り、ちょっと特徴的なレイアウトをとってます。これは421の2の部分を長くしたくて、このようなレイアウトを取りました。これ2の部分を長くすることによってどんな効果が得られますか。この車の点火順序は1342のファイアリングオーダーになっていて、1番で3番で、バルブタイミングを見ると、1番の吸気の工程で3番の排気バルブが開く、そういうタイミングになっています。そうすると3番から高圧波の排気脈動が1番の方に流れ込む。そうしますとまず温度も1番に行ってしまうことと、内部 EGR と呼ばれる排気ガスも吸気工程に入ってしまうと、そういうタイミングがあります。そのタイミングを少しでもなくすために、この2番を長くして1番と3番の距離を稼いであげる。そうすると1番側への影響もなくなって空気がその分入るようになり、排気温度も、島内に入る温度も低くなって結果出力が上がると。ということは純正のエキゾーストマニホールドに対してこちら HKS のマニホールドは421の2の部分の長さを稼ぐことによって、ツイストさせて稼ぐことによってより中低速のトルクを稼いでいるということですね。そうですね。ただですね、こちらのHKS のエキゾーストマニホールドが、421の2の部分を長くして低中速のトルクを重視しているというところは分かったんですけれども、逆にその高回転の部分がスポイルされたりはしないんでしょうか。はい、当初はこちらの、試作で汚いですけれどもパイプがついてない状態でテストしたんですが、そうするとやはり排気圧力が上がってしまって、高回転のところで少しスポイルされてしまいました。そこでこのバイパスパイプを設けてあげて、圧力の低いところへ、高いところから低いところへ流すというような目的としてパイプをつけてあげて排気圧力を下げてあげました。そうすることによって、上の方でも下の方でも、よりエンジンの特性に合ったエキゾーストマニホールドに仕上がったと思います。これぞマニっていうところを、お見せできればなというのはありましたね。重たっ。純正のエキマニは約 10.2 キロになります。HKS のエキマニは約 4.5 キロと約半分ぐらいまで軽量化ができます。さらに今回はこちらのエキゾーストマニホールドだけではないんですよね。はい、こちらにメタルキャタライザーもご用意させてもらいました。
このエキゾーストマニホールドの特徴とこちらのメタルキャタライザーの良さというところを2つ合わせてテストをしていってこの車のパッケージを考えてみました。なるほど。こちらのメタルキャタライザーなんですけれども、具体的にはどういうところを重視して作られたんでしょうか。はい、先ほどエキゾーストマニホールドのところでの説明で触れましたけれども、このエンジンの高回転型のカムに切り替わった後にこの排気圧力というのが出力にすごく影響を与えます。その排気圧力を目いっぱい下げるためにはこのメタルキャタライザーが必要となります。で、このメタルキャタライザーは排気圧力をぐんと下げますので、当然浄化性能というところの問題も出てきますが、こちらの触媒となる貴金属を多めにつけて、で公的機関の排ガス試験をクリアさせました。ということはこちらのメタルキャタライザーは、このエキゾーストマニホールドを生かすためにも、高回転では欠かせないアイテムになりますね。はい、そうです。はい、それではですね、駅マニと触媒の方交換が終了しました。今回ですね、装着しました駅マニと触媒の方はすでに開発テストの方でパーチェックの方は何度も行ってきておりますが、今回改めてパーチェックの方をしていきたいと思います。はい、ということでですね、パーチェックの方が終了しました。今回駅マニと触媒を交換してテストした車両のピークパワーがですね、約248馬力弱で、前回第1話の方でご紹介しましたマフラー交換の仕様の車両の方が約238馬力ということで、10馬力のアップになっています。 NA で10馬力アップというのは、かなり効果的な排気系チューニングができたのではないかと思います。前回 S2000 という車では給排気チューンではなかなか最高出力を上げるのは難しいという話をしましたが、このように約10馬力という差が生まれてきたのは、メタルキャタライザーの効果によるものです。触媒を純正触媒から、メタルキャタライザーに交換することで、純正が約400セルのところをメタルキャタライザーによって150のセルを使用しています。それによって排気抵抗が大幅に軽減され、このような馬力の差が出てきています。そして注目していただきたいのがこちらの中低速回転域ですね。こちらの方も全域で大幅にアップしています。こちらが先ほど説明したエキゾーストマニホールドの効果によるものです。このようにですね、今回の排気系チューニングを施すことによって S2000 のウィークポイントである低中速回転域のトルクの細さを大幅に改善することができます。はい、それではですね、先ほどのテストの結果が、どのように体感できるかというところを、実走行でフィーリングチェックしていきたいと思います。いやでもこれだいぶパワーは上がってますね。はい、今ですね、だいたい3000回転ぐらいから4000回転ぐらいのところなんですけれども、この辺が特にですね、純正の駅マニ触媒の状態の時に比べてトルク感が出ています。さらにですね、純正だと結構その VTEC の切り替えの
直前のところでトルクの谷みたいになって、そこからこう一気にトルクがガッと立ち上がってくるようなフィーリングだったんですけれども、これ確かにその VTEC の切り替えでトルクが立ち上がるのは変わらないんですけども、その下のところが上がっている分、非常に滑らかなつながりに感じますね。その中低速回転のトルクが増えたことによって、前回の加速時にはもちろんなんですけども、それよりも普段のですね街乗りで非常に乗りやすい車になったんではないかなと思います。あとは高回転域ですね。全体的にパワーアップしてますんで、もちろん体感することができるんですけれども、純正だとどうしてもやっぱり8000回転を超えたあたりからちょっとこう落ちていくようなフィーリングだったところが、もう9000回転まで一気に吹け上がっていくような、そんなフィーリングになっています。はい、ということで今回、このような排気系チューニングを施していくことで、全域でトルクもパワーも向上しました。ただですね、今回はあくまで、駅マニも触媒もマフラーもそのままポン付けというところでテストの方を行って、その中でいろいろとデータ取りをしてきました。ただですね、今回取ってきたそのデータの中で、燃長や点火時期のところがまだ少し詰められるのではないかというところで、次回はその辺をコンピューターチューニングというところを行っていきたいと思います。お楽しみに。